はい、皆さんこんにちは。竹虎4代目です。今回はまさにその10年前からですね、こんなすごい作品ができるんだと驚愕した竹編みのソファーがあるんですが、その竹編みのソファーを創作された台湾の南東県竹山町にある蘇さんの工房にお伺いすることができました。お家とスタジオが一緒になってるんですが、部屋のドアを開けて左側にもすぐですね、色が渋く飴色の濃いような色になったですね、竹の玉をつなげて作ったソファーと、で、一人用の椅子があってですね、ああ、これこれという感じで、挨拶もそこそこにですね、本当にもう10年間待ちに待った瞬間でしたので、座らせていただいたというような形だったんですが、本当にね、感激の一瞬でした。蘇さんはね、こういったものの他に、やたら編みの椅子だったりとかですね、花籠であったり、オブジェ的なもの、買い物籠、あるいは弁当箱的なアート的な要素の強い竹編みの作品、たくさん創作されています。中でもその圧巻はですね、南さんという方がおられるんですが、その方と共同で竹山町の地域おこしというような形で、竹のやたら編みで全部創作で飾ったレストランを一つ作られてるんです。またそのレストランが圧巻で、室内に入るとですね、もう全部竹、もう竹に包まれた竹の柱、竹の屋根、竹に囲まれたところで地元の竹の子料理、あるいはその竹の容器に入ったスイーツをいただくと、竹尽くしの体験ができるということで、地元の台湾の方にも非常に人気で、自分が行った時もたくさんのお客さんで賑わっていました。竹の玉をつなげてソファーを作ってるこの同じ技法を使った照明器具をお部屋に飾られてたんですが、浮雲が天にこうたなびいてるような感じがしてね、これがまたおしゃれで、天井にも面白いご明かりの広がりがあるし、いろんな応用ができて、インテリアとしても非常に秀逸なもんだなということを今回感じました。蘇さんの工房にはですね、ぜひまたお伺いしたいなというふうに思ってるんです。実は一つだけね、見逃したものがあって、蘇さんがですね、ダンスシューズだったかハイヒールだったか、なんかそういったものも試験的に作られているものがあるんですね。今回、残念ながら拝見することできなかったんで、次回お伺いした時にはね、必ず見せていただきたいなと。いやー、しかしこれ台湾の竹、すごいですね。加工しやすい竹材が豊富で、竹を愛する人がいて、で、様々な竹作家がいて、で、デザインが加わって、ますます台湾の竹は面白いなというふうに感じています。ノーバンブー、ノーライフ。最後まで動画をご覧いただいてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。